どうも、どうもです。というわけで今日は自宅からお届けしてます。今日ですね、YouTube でいろんな人から、コメントいただいている中で、ちょっと気になったのがあったので、今日はこのことについてちょっとお返事したいなと思います。で、質問なんですけど、山ちゃんさんからこんな質問が来ました。ともみさんは、怪我の恐怖心とどう向き合ってますか？僕はこの前 MTB で転倒して鎖骨骨折しました。で、今後も、MTB は乗りたいと思うものの、不安があります。ともみさんは一歩間違えば大怪我しかねないトリックとかバンバン決めてます。何か心の持ちようであったり、怪我しにくい体の柔軟性とか、フィジカル面とか、何か心がけてることがあれば、動画で取り上げてほしいですということですね。まあ、このテーマについては、エクストリームスポーツは避けて通れないですよね。怪我。僕ももう数々怪我してきましたね。はい。じゃあまあ僕がこの今までの怪我に対してどう向き合ってきたのかを話したいなと思います。まず今までしてきた怪我を振り返ると、実はね、そんな大怪我したことないんですよ。ほんまに怪我って言ってもほぼ擦り傷とか切り傷とかで、基本的にほっとけば治るような怪我がほとんどです。で、過去に、骨折も実はね、ちゃんとした骨折はしたことなくて、ひび入ったのが1回だけです。で、それは尾てい骨にひびが入ったんですけど、これがちょうど大学の3回生、2回生、3回生ぐらいの時に、大会出てる最中に、ちょっと岩に飛びつくシーンで、岩から、リアタイヤがちょっと抜けちゃって、お尻から岩に着地して、で、尾てい骨が骨折しちゃった、ひびが入ったんですけど、これ自体はね、1ヶ月ぐらい治療するのにかかりましたね。ちゃんと乗れるようになるまで1ヶ月半ぐらいかかりました。でも、ほんまにそれ以外、大怪我っちゅう大怪我を実は経験したことがなくて、この間公開したチェイス・ハーの、映像の作ってる最中も、実は何回か怪我はしたんですけど、その時やった怪我は、頭に、バックフリップする時に頭から落ちちゃって、頭にすげえでっかい血の単行部ができて、で、これ自体も1ヶ月半ぐらい、治るのにかかったり、で、あとはその時に、腰を強打して、で、腰自体も、あれは2週間ぐらいかかったんかな。2、3週間かかりましたね。で、あとはちょくちょく突き指したりとか、いろいろあるんですけど、ほんまに今思い当たる怪我で言うとそれぐらいで、基本的には、稀なタイプです。本当に大怪我をしてこなかったタイプです。こう見えて。なんで、もっとね、多分骨折とか、例えば半年とか1年とか治療がかかるような怪我をされてる方とは少し違うかもしれないんですけど、僕なりの経験を少し話したいなと思います。今話した怪我を実際どういう風にじゃあ克服して今こうやって攻め続けてるかっていう話やと思うんですけど、やっぱりね、怖いもんは怖いんですよね。怪我した時のトラウマじゃないですけど、記憶って絶対残ってるんで、逆に記憶残ってない怪我の方が多分やばいと思うんですけど、記憶に残ってる怪我ってやっぱりどうしても同じシチュエーションとか同じ技をする時にフラッシュバックするんですね。で、これ自体は多分どんだけコントロールしてももう抗えないところだと思ってます。覚えてる以上。じゃあこの恐怖心とかトラウマに対してどう対処していくかなんですけど、僕のやり方としては基本的にはトラウマって月日が経てば経つほど、変な憶測が入ったり余計な妄想とか、何かしら不安がでかくなっていく、過去にそういう経験があったので、いい方向には進まない、ほっとくとっていうふうに思ってるので、基本的に怪我、例えばじゃあ、前転して頭を打って怪我しました。でもう一回その技をチャレンジするってなると、もうできるだけ早く俺もう一回同じチャレンジをします。だから今
公開してるチェイス・ハーとかもバックフリップで頭から落ちて、まあ若干のトラウマと単行部が残ったんですけど、これもほんまに血を、まあ最終的に抜くまでに1ヶ月ちょっとかかったんですけど、それ抜いたすぐぐらいかなにもう一回チャレンジして、今度はしかも頭から落ちた時は芝生やったんですけど、そこから階段の方にバックフリップするっていう風によりまあ危ない、より怖い方にトライしたんですけど、まあね、最終的にはもうメンタルとしか言いようがないんですけど、もちろん怪我のトラウマって悪いことだけじゃなくていい方にも進むことがあって、やっぱり恐怖心ってその次の怪我を抑制する一つの抑止力になるので、トラウマとか恐怖心があるおかげで今こうやって生きてて、今無事チャリンコに乗れてるってのは絶対あると思うんですよね。これが何も怖くない、何でもできるってなっちゃうと多分すぐ死んじゃってると思うので、やっぱりやるかやらないかの最終判断は自分になるんですけど、一つ僕の言えることとしては、トラウマってほっとくとでっかくなるので、僕は、クラッシュしました、怪我しました、次の怪我治るまで1ヶ月あります。その間になぜクラッシュしたのか、なぜ怪我したのかっていうのをできるだけ考えて、何かしらの原因は絶対あるわけじゃないですか、こけた以上。もちろん不可抗力で車が突っ込んできたとか、なんか自然の地形が崩れたとか、いろいろあるとは思うんですけど、何かしらやっぱり自分に原因があって、ライディングなのか、アプローチの仕方なのか、安全装備なのか、そういった原因を一個一個分析して、メンタル的に、じゃあここの原因を潰していけば、次は絶対に成功できるよっていうふうに考えて、その原因研究を怪我治す間にしておいて、治った瞬間にはもうすぐトライするようにしてます。で、一つ大事なのは、この原因を究明する上で、それさえなくせば絶対に成功する、原因さえ改善すれば絶対に成功するって思えるかどうかです。ここでさらに、その課題をクリアしたとしてもできないかもしれないみたいな無駄な、不安であったり、憶測は絶対にプラスの方向に働かないので、そう考えちゃうのは本当に最終的にはもうメンタルですね。で、俺はもう自分のスキルに自信があるし、自分がやってることにも自信があるので、絶対俺はいけるっていうふうに考えて、基本的にはすぐトライします。それでもちろん告知はこともあるんですけど、大体うまいこといきます。最後はやっぱりメンタル。でもそのメンタルの裏にはしっかり原因究明があって、それに向けた準備があって、安全装備があって、初めて、ああいう映像の中で、ああいう怖いトリックがメイクできるという感じで、やってます。やっぱり怪我も2種類あって、ちゃんと準備した上での怪我なのか、もうリスクを冒しまくっての怪我なのかでは、全然同じ怪我でも質が違うくて、僕も昔はやっぱりね、ちょっと無茶をするとか、段階をちょっとすっ飛ばしてやっちゃう部分があったんですけど、やっぱりそうすると体どんどんボロボロになっていって死んじゃうので、そこら辺はね、徐々にしっかり、練習のステップを踏みつつ、装備もフルフェイスのヘルメットかぶったり防具をつけたり、徐々にリスクを減らす対策はするようになりましたね。やっぱりこれやってると、それがメンタルへの助けにもなるし、装備してるから大丈夫、多少いけるっていう風なメンタルにもなれると思うので、装備とかマットとかできる限り自分のスキル以外でそのメンタルを助けてくれるグッズを揃えるのは一つの手ですね。はい。ちなみに怪我してる時に何してんのっていう話で言うと、怪我してる時は僕唯一のオフやと思ってるんで、友達と飲みに行ったり、釣り行ったり、キャンプ行ったり、ほんまに普段できないこと後回しにしてること、もう自転車が基本的には最優先なので、それ以外のことでやりたかったことを全部やります。で、そうやってると大体もう怪我治ってるので、
そんな感じですね。はい。なのであんまり怪我をネガティブに捉えずに、自転車以外のことができる自分の生活を充実させられる時間やと思って、僕はあんまり怪我したからうわーって思うことはないですね。はい。と言いつつ怪我してる時に毎日ね、友達と遊びに行くかっつったそういう話じゃないんで、結局のところ、次の映像に向けたロケハンとかトリック考えたりとか、本当に必要な機材集めたりとか、なんやかんや自転車のことをしてるなとは思いますね。はい。山ちゃんさん、鎖骨を今骨折されてるっていうことで、次自転車に乗るのが多少ネガティブな、トラウマ的な部分があるかもしれないんですけど、原因をしっかり究明して、で、それに向けて改善できる、解決策、防具なのか、ライディングなのか、ライディングのロケーションなのかを、考えて、一回自転車またがってみてください。多分怪我してるとどうしてもナーバスになるんで、ネガティブな方に考えちゃうことがあると思うんですけど、実際またがっちゃえば意外とそんなにいけるやんみたいな感じになると思うんで、そういう感じでまた自転車楽しめるといいかなと思います。というわけで今日は怪我との向き合い方について話しました。もし何か聞きたいことがあればまた皆さんコメントの方お願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。ほら。